時、ついにこの歴史的なそして工学的な興奮に満ち溢れた瞬間がやってきたよ。僕たちが今日その底知れぬ不寛縁にまで足を踏み入れるのは、巷にあふれる主観的な感想や根拠のないレビューなんかじゃない。このインナーフォースレイヤー ZLC と同一構造ラケットの完全技術解析レポートだ。このレポートが持つ真に恐るべき価値、そして技術的な背骨は、その厳格すぎるほどの定義にあると言っても過言じゃないんだ。見てくれよ、この構成の計算し尽くされた美しさを。確かに圧倒されるわね。レポートの冒頭から一点の曇りもなく、極めて明確に定義されているわ。上板リンバ、総板アユース、特殊素材 ZL カーボン相当、芯材アユースというこの独自の積層順序。この条件を完璧に満たす国内外の製品を物理的指数と実践での打球レギュレビューの面から徹底的に比較した記録。まさに迷えるプレイヤーの用具選びにおける唯一無二のバイブルと言えるわね。その通りなんだ。一般的なメーカーのカタログスペックをぼんやりと眺めているだけじゃ一生かかっても決して到達できない領域、見ることのできない景色がある。物理的な単性指数の生データ、そして実践の極限状態で指先に伝わるギアが劇的に切り替わる鮮烈な瞬間の正体。そういった目には見えないけれど確実に卓球の質を変え勝敗を分ける性能の本質がこのレポートには驚くほどの解像度で詳述されているんだ。楽しみね、ケンジ。バタフライが生み出したインナーファイバー設計という思考の設計思想に対して国内外の野心的なブランドがどんな技術とそしてプライドをかけた情熱で挑んでいるのか。レポートを詳細に読み解くと、これは単によく弾むとか打球感が柔らかいといった平面的な次元の話じゃないことがわかるわね。つかみと弾みという物理現象としては本来なら半外れるはずの2つの要素をいかにして1つの薄い木材のブレードの中でこれほどまでに高次元にかつ滑らかに両立させているのか。その工学的な解決のプロセス、葛藤、そして到達点がこのレポートには全て刻まれているわ。そうなんだ。その矛盾を美しく解決する鍵がまさにこのレポートが定義する5+2枚の積層構成の中にまるで暗号のように隠されているんだよ。最外層のリンバ材が持つ天然素材ならではの優しさと、その奥深くに潜む特殊素材 ZL カーボンの爆発的な反発力。この2つの要素が激しく交錯し、調和し、一つの音楽を奏でるようなドラマ。これを今日は徹底的に語り尽くそうじゃないか。本格的な格論へと踏み込む前に、今回の解析の核心であるインナー ZLCK の共通コンセプトについて、レポートの記述に基づいて整理しておきましょう。レポートが示す二面性とは、具体的にどのような現象を指しているのかしら。一言で言えば、軽打時におけるリンバとアイユースによる圧倒的な球持ちと、強打をした瞬間に牙を剥く ZL カーボンによる凄まじい高反発の完璧なる、そして驚異的な両立だね。レポートではこれをトランポリン効果やギアという非常に示唆に富んだ言葉で定義しているんだ。軽打ではまるで良質な5枚合板を使っているかのような安心感がありながら、フルスイングした瞬間に特殊素材が急激にその機能を発揮する。この挙動の落差こそが、この系統のラケットを魔法の杖たらしめている理由なんだよ。バタフライの3兄弟が見せる微細なでも決定的なチューニングの違いから、アンドロ、ティバー、さらにはローキーやサンウェイ、インヘといった世界中のブランドが統一の積層構成というプラットフォームを共有しながら、そこにどう独自の勝利への解釈を付加しているのか、その全体像をこれから一滴も漏らさずに詳述していくことになるわね。そうなんだ。レポートのエグゼクティブサマリーには、国内外の製品が同一の構造をベースにしながらも、それぞれのメーカーがターゲットとするプレイヤー層や想定するプレイスタイルに合わせて必要なまでの物理的チューニングを行っていることが克明に示唆されている。これからの議論は、その一見すると見逃してしまいそうなわずかコンマミリ単位の差がもたらす巨大なパフォーマンスの違いを白日の下にさらす旅になるよ。単なる似ているラケットの紹介じゃない、その奥にある工学的な意図を暴くのね。ケンジ、あなたの熱い解説に期待しているわ。数値と理論、そしてプレイヤーの情熱が交差する、このレポートの真髄を余すところなく引き出してちょうだい。まずはすべての基準、インナー素材の王道であるバタフライのインナーフォースレイヤー ZLC から見ていこう。レポートの第1章に記された物理仕様は、板厚 5.7mm、ブレードサイズ 157×150mm、平均重量 90g 前後。これはまさに、現代のインナー素材系ラケットにおける黄金の規格と呼ぶにふさわしい数値だね。レポートが示す男性指数が本当にいつ見ても凄ましいわ。一次男性指数 EP が 1.90、そして中央男性指数 EC が 1.73。
これ検事がよく基準に持ち出す5枚合板の名作コルベルの EP1.54 というデータと比較すれば、その異常なまでる高精さが際立つわよね。木材特有のしなやかな打球感を極限まで維持しながら、これだけの反発力を内包しているなんて。掴んでから一気に飛ばすという劇的な感触の工学的物理的な裏付けがここにあるんだよ。レポートではこれをインナーファイバー設計の完成形と最大級の評価を与えている。刑事大事には添え板と芯材に使われているアユスの粘り強い玉持ちが支配的だけど、強打をして一定以上の衝撃が加わった瞬間に、ZL カーボンの高い反発力がギアとして機能し始める。この移行のスムーズさ、リニューラ反応こそが本家の真骨頂であり、プライドだね。実際に打った時のトランポリン効果が極めて顕著だという多くの実打レビューの結果も、この 1.90 という高い数値が何よりも雄弁に裏付けているわ。すべての比較、すべての議論はここから始まる。まさにインナー ZLC 界の揺るぎない北極星の矢な存在ね。その通り、5枚合板の限界を突破し、カーボンの威力を手なずける。この絶妙なバランスこそがバタフライが世界に誇る技術の結晶なんだ。この基準を知らずしてインナー ZLC を語ることはできないんだよ。次に注目したいのが、張本智和インナーフォース ZLC ね。レポートでは、これが単なる名前の違いやグリップのデザイン変更といった表層的なレベルの話じゃないことが、具体的な数値データで明確に示されているわ。その通り。ブレードサイズを標準の 157×150mm から 158×152mm へとわずかに大型化することで、重心を先端に寄せ、スイング時の遠心力を最大限に高めているんだ。レポートの技術分析によれば、振動特性も 9.3 と、レイヤー ZLC の 9.5 よりわずかに低く設定されている。数値が低くなるということは、それだけ手に響く感覚が強調され、情報量が増えているということね。チキータや高速カウンターといったマイ陣での非常に繊細かつ大胆なタッチが要求される現代卓球において、打球情報をよりダイレクトに、より高い解像度でプレイヤーに伝えるための精密な最適化だわ。バタフライ製品紹介ページの情報とレポートの分析を照らし合わせると、張本モデルは大型化による威力アップと、振動設計による情報の高精細化を見事に両立させていることがわかる。伝統を守りつつも、現代の高速ピッチ卓球における一つの、そして究極の進化の形だと言えるね。単に大きくしただけじゃなく、その分だけ繊細さも研ぎ澄ませている。レポートが指摘する振動特性 9.3 という数値の裏には、トップ選手の超感覚を支えるための膨大なシミュレーションがあったはずよ。大型化による空気抵抗の変化すら設計の範疇に入っているような緻密さを感じるわ。バタフライの残る2つの精鋭、フランチスカ・インナーフォース ZLC とアポロニア ZLC についても、レポートは鋭く、容赦なく分析しているよ。まずはフランチスカモデルね。レポートによると、一次弾性指数 EP が 1.70 と、インナー ZLC シリーズの中では、あえて控えめな数値に設定されているわ。その分、打球感がより木材に近くマイルドで、相手の強打を吸収するブロックの安定性が極めて高いと評価されているわね。一方で、アポロニア ZLC は完全な対象を成している。レポートによれば、特殊素材をよりダイレクトに感じさせる接着工程を採用することで、不快な振動を徹底的に抑え込み、強打時のエネルギー伝達効率をよりダイレクトにより高くしているんだ。シリーズ中で最も硬質で攻撃的という評価は、アポロニア選手のしなやかかつ鋭いプレースタイルを知ると非常に納得がいくね。全く同じ積層構成というキャンバスを使いながら、重量バランスや接着技術、あるいはわずかな加工精度の違いといった目に見えない部分の調整だけで、ここまで鮮やかにキャラクターを描き分けてみせる。レポートが指摘する通り、バタフライという企業の設計思想の深淵、職人魂がこの2つのモデルには如実に現れているわね。EP1.70 というあえて落とす選択、あるいは接着の工夫でダイレクト感を追求する情熱。レポートを読むと、バタフライ3兄弟プラス張本モデルという同一構成の中での壮大な余重層が聞こえてくるようだね。これこそが完成された設計思想の持つ拡張性なんだよ。ここらで一度、理論の根幹となる素材そのものの話に戻りましょうか。レポートで詳述されている ZL カーボンの真実。ただのカーボンと何が違うのか、検事の工学的の視点から徹底的に説明して。喜んで語らせてもらうよ。ZL カーボンは極めて高い反発力を持つカーボンファイバーと
圧倒的な引っ張り強度と弾性を持つ ZL ファイバー PBO 繊維を精密に編み込んだ究極のハイブリッド素材だ。レポートによれば、この素材の最大の特徴は、インパクトの瞬間のエネルギーロスが極めて少ないことにある。だからこそ、一次弾性指数が 1.90 を超えるというモンスターのような原動力になるのね。木材の層に厚く守られ、軽打時にはその存在感を完全に消しながらも、インパクトの瞬間、一定の衝撃を超えた時だけ圧倒的なスピードを供給する。そう。工学的に見ても、剛性と柔軟性を多項次元で合わせて持つ非常に洗練されたハイテク素材だよ。レポートの素材特性の項目では、ZL ファイバーが持つ優れた振動減衰性が、カーボンの持つピーキーさ、扱いにくさを絶妙に打ち消し、プレイヤーに安心感という名の扱いやすさをもたらしていると分析されている。これが、インナー構成における魔法のスパイスであり、革新なんだね。カーボンの幅レを ZL ファイバーがやなめるような関係性ね。レポートが定義するこの素材の性質を理解すると、なぜインナー配置というあえて反発を抑える配置がこれほどまでに支持されているのか、その逆説的な合理性がよくわかるわ。特殊素材という試薬ばかりが注目されがちだけど、レポートはそれを支える、あるいは制御する木材の役割についても非常に高い熱量と敬意を持って分析しているんだ。災害層のリンバ材とソイタン、芯材に使用されているアユース材ね。レポートでは、リンバ材が持つ特有の粘りある柔らかさが、ボールが当たった瞬間の食いつき、つまり摩擦による回転のかけやすさを生み出していると鋭くしてきているわ。そしてそのすぐ下で支えるアユース。この材が持つ空気を含んだような粘り強さが、玉持ちの深さと厚みを物理的に支えているんだ。レポートの積層解析によると、木材のしなりと特殊素材の合成が、インパクトの強弱という入力に応じて、まるで流れるように滑らかに入れ替わるバランスが絶妙なんだよ。天然素材が持つ不規則で温かみのある弾力と、人工素材が持つ冷徹で高精度な反発。この二つが互いの長所を引き立て合い、矛盾を解決する工学的な美しさが、インナー ZLC というラケットのアイデンティティそのものだというレポートの結論には、私も一人のプレイヤーとして強く共感するわ。リンバで掴んでアユースで粘り、ZLC で飛ばす。この 0.00 数秒のドラマこそが、レポートが解析した物理的指数の正体なんだね。この木材の選定こそが、実は ZL カーボンの進化を引き出しているんだ。さあ、ここからはレポートの後半戦。海外ブランドの猛烈な追い上げと独自の解釈を見ていきましょう。まずはドイツのアンドロが放つ資格、シンテリアック ZCI よ。これ、レポートでは非常に高い完成度として評価されているわね。ああ、これぞまさにドイツの精密工学を体現したラケットだ。アンドロ独自の特殊素材、ザイリーマカーボンを採用し、積層構成の定義を完璧に再現している。注目すべきは、レポートに記された具体的な数値だ。EP1.92、そして EC1.98。中央弾性指数が 1.98？ 本家のレイヤー ZCI が 1.73 だから、全体としての弾き、つまりラケット全体の合成がかなり強く設定されているということかしら。その通り、レポートの指数分析では EP by EC 比率が 1.04 となっている。本家が 0.91、つまり中央がしなることでつかむ設計なのに対して、シンテリアック ZCI は中央の合成を高めることで全体で力強く弾き出す設計なんだ。よりリニアでスピード感のある、まさに欧州基準のハイエンドモデルだとレポートは結論付けているよ。ドイツの誇る精密工学がインナー ZCI という形式により攻撃性という新しい解釈を加えた衝撃的な瞬間だね。本家を超える EC の数値。これは掴む以上に弾き出す快感を追求した結果ね。レポートが欧州基準と評するのもそのダイレクトな打球感ゆえかしら。バタフライの設計に対するドイツからの強烈なアンサーと言えるわね。ドイツ勢の勢いはアンドロだけにとどまらない。次はティバーが送り出したシャンクンハイブリッド ZC だ。これはまさに現代卓球におけるパワーのインフレに対する工学的な、そして究極の回答だよ。レポートに載っている数値を初めて見たとき、私は自分の目を疑ったわ。一次弾性指数 EP が驚愕の 2.19。インナー構造でありながら、あのアウター素材の代表格であるティモボル ALC EP1.75 前後をはるかに、それこそ別次元のレベルで凌駕しているのね。そうなんだ。
レポートの物理分析によれば、板厚を標準より厚い 5.8 から 5.9 ミリに設定し、さらにブレード形状も 159.5 ミリという独自の縦長サイズを採用している。これによって、重いプラスチックボール時代の深い抱え込みと、一度放たれから逃げ場のない絶対的なスピードという二律背反を両立させているんだ。インナー ZLC という厳格な定義を守りながら、ここまで高潔性能のパラメーターを極端に振り切ることがなんて。レポートの実打リビューでも、アウター以上の圧倒的な距離と評される理由が、この 2.19 という具体的な数値に凝縮されているわね。パワー自慢のプレイヤーにとっては、これ以上ないほど頼もしい相棒になるはずだわ。2.19 という数値は、もはやインナーの常識を破壊しているね。レポートが分析する縦長形状による遠心力との相乗効果は、対戦相手にとって脅威以外の何者でもないよ。インナーの皮をかぶった怪物的な攻撃機だ。続いて、卓球王国中国ブランドの王、リョキの W8-1 プロを見ていきましょう。あの伝説的なプレイヤー、王鵬氏推奨モデルとして、レポートでも非常に大きな、そして不気味なほどの存在感を放っているわね。驚くべきはその野心に満ち溢れた構成だよ。レポートによると、通常の ZLC よりもさらに繊維密度の高い、スーパー ZLC 相当の特殊素材をインナーに配置しているんだ。さらに、驚くべきことに、板厚は 6.0 ミリと、本家の 5.7 ミリよりかなり厚めの設計になっている。板厚 6.0 ミリ。これレポートではどういう意図だと分析されているの？非常に明快で合理的な理由だよ。硬くて重い中国製粘着ラバーを貼ったとしても、ブレードがその強烈な衝撃に負けず、しっかりとボールを弾き返すための剛性を確保しているんだ。インナー素材によるしなりを生かしつつも、土台としての圧倒的な強さを追求した。まさに中国トップ選手のリアルなニーズを完璧に、かつ残酷なまでに捉えた設計だね。レポートの実打評価でも、粘着ラバーとの相性がこれまでのラケットの中で宇宙一だとまで書かれているわ。本家の単なる模倣という段階を完全に超えて、自分たちのプレースタイルに合わせて再構築、再定義する。中国メーカーの凄まじいまでの合理性が光るわね。王鵬氏が推奨するということは、裏面打法の強烈なインパクトを支えるための設計でもあるんだろうね。レポートの板厚 6.0 ミリという記述に、中国卓球の歴史と重みが凝縮されている気がするよ。続いて、卓球王国中国ブランドの王、リョキの W8-1 プロを見ていきましょう。あの伝説的なプレイヤー、王鵬氏推奨モデルとして、レポートでも非常に大きな、そして不気味なほどの存在感を放っているわね。驚くべきはその野心に満ち溢れた構成だよ。レポートによると、通常の ZLC よりもさらに繊維密度の高い、スーパー ZLC 相当の特殊素材をインナーに配置しているんだ。さらに、驚くべきことに、板厚は 6.0 ミリと、本家の 5.7 ミリよりかなり厚めの設計になっている。板厚 6.0 ミリ。これレポートではどういう意図だと分析されているの？非常に明快で合理的な理由だよ。硬くて重い中国製粘着ラバーを貼ったとしても、ブレードがその強烈な衝撃に負けず、しっかりとボールを弾き返すための剛性を確保しているんだ。インナー素材によるしなりを生かしつつも、土台としての圧倒的な強さを追求した。まさに中国トップ選手のリアルなニーズを完璧に、かつ残酷なまでに捉えた設計だね。レポートの実打評価でも、粘着ラバーとの相性がこれまでのラケットの中で宇宙一だとまで書かれているわ。本家の単なる模倣という段階を完全に超えて、自分たちのプレースタイルに合わせて再構築、再定義する。中国メーカーの凄まじいまでの合理性が光るわね。王鵬氏が推奨するということは、裏面打法の強烈なインパクトを支えるための設計でもあるんだろうね。レポートの板厚 6.0 ミリという記述に、中国卓球の歴史と重みが凝縮されている気がするよ。ケンジは、ロッキーの勢いは W81 プロだけにとどまることを知らない。レポートには、さらにその上位互換、あるいは究極系である W81 プロ SP スーパー ZLC についても詳細なデータが記されているよ。レポートの総合評価は、堂々のオフプラスだ。インナー特有のつかみという安心感を何とか維持しようと試みながらも、内包するスーパー ZLC 素材の暴力的なまでの反発力を計算式の上に加算する。本家の設計をさらに極端な限界の領域へと拡張した極めて野心的かつ挑戦的なモデルとされているわね。そう、レポートの技術解説では、特殊素材の繊維密度をさらに高めることで、スイートスポットを劇的に拡大し、オフセンターヒット時、
つまり、スイートスポットをわずかに外した時でも、飛距離と威力の低下を最小限に抑える工学的な合理性が追求されている、と鋭く分析されているんだ。インナー ZLC という一つのジャンルを自分たちの手でさらに進化させ、その地平を広げようとする姿勢が、この SP という称号に確かに現れているわ。レポートに示された積層圧のコンマミリ単位のこだわりが、彼らの本気度、そして本家への敬意と挑戦を物語っているわね。レポートのオフプラスという分類は伊達じゃない。インナー配置でありながら、アウターの最高峰モデルを正面から食いにかかるその姿勢。工学的には、高密度繊維によるエネルギー伝達の極大化こそがこのラケットの正体なんだよ。レポートの参考線やソースリストに名を連ねるインゲ・銀河プロ01 ALC についてもここで立ち止まって触れておきたいわね。これ、使用されている特殊素材は ALC なのに、なぜこの ZLC に特化したレポートにあえて登場しているのかしら。それはね、美咲。インナー ZLC が持つつかみという独特の、そしてウェットな特性を相対的にかつ客観的に評価するための比較用リファレンスとしてあえて選ばれているんだよ。銀河のこのモデルはアウター ALC 設計でありながら、その極めて高い次元でのバランスの良さですでに世界的に知られている名作だからね。なるほど。素材が ZLC から ALC へと変われば、当然ながらギアの入り方や手に伝わる打球情報の質も劇的に、そして根本から変わるわよね。インナーファイバーという設計概念を異なる素材を用いた場合にどう解釈し、どう設計に落とし込んでいるのか、ブランドごとの設計思想の違いをあえて対比させることで浮き彫りにしているわけね。そうなんだ。異なる素材のデータと並列に並べることで、インナー ZLC 特有のあの黄金の EPEC 比率がいかに得意で、いかに計算し尽くされたものであるかが、科学的な比較手法によってより鮮明に証明されているんだよ。これこそが比較解析の醍醐味だね。レポートの分析対象はさらにより実験的な領域にまで広がり、LO キーアーサープロ7プライについても詳細に言及されている。これ通常の Go プロス2構成とは一線を画すアプローチだけど、美咲ならどうこの数値を読み解く。伝統的な7枚木材合板に近い厚みや合成という強靭な骨格を持たせながら、特殊素材をインナーに配置するという非常にハイブリッドかつ力強い設計ね。レポートではこれが威力とコントロールというプレイヤーが常に揺れ動く天秤をどの方向へどれほどの力で動かそうとしているのかが論理的に論じられているわ。そうだね。5枚合板ベースのインナー素材というすでに確立された標準だけに満足することなく、合板の層を調整することで自分たちのブランド独自の味付けをどう加えるか。これは単なるトップブランドの模倣から脱却し、独自の地位と信頼を築こうとする海外メーカーの非常に切実で力強い生存戦略の一つだと言えるね。プレイヤーが本能的に求めるつかみの感覚をギリギリまで死守しながら、どうやってプラスアルファの後を一しの決定的な威力を引き出すか。その技術的な苦悩と試行錯誤のプロセスがレポートの積層データからまざまざと見えてくるわね。レポートの7プライという記述には単なる枚数の増加以上の意味があるんだ。木材の重なりが生む減衰とカーボンの増幅。そのせめぎ合いを制しようとするロキーの飽くなき挑戦がここにある。ここからはレポートが高品質と高コスパの機種として非常に高く注目しているサンウェイの75インナー PBO について語りましょう。独自のエキスパートカーボンシリーズの一翼ね。このラケットはレポートの中でも驚異的な品質管理の高さが特筆されているんだ。特殊な接着技術を駆使することでカーボンラケット特有の不快な残響振動を極限まで、文字通り無にまで抑え込んでいる。レポートの記述ではリンバ上段の紙が本家をのぐほど非常に長いとまで絶賛されているよ。マタフライのあの伝説的な打球感を驚くほど手頃な、それこそ学生でも手に取りやすい価格で、しかも極めて高いビルドクオリティで再現している。このレポートの結論は、予算が限られているけれど性能に妥協したくないプレイヤーにとってはまさに救いの福音ね。そうなんだ。レポートの実測データでも個体ごとの重量のばらつきが驚くほど少なく、サンウェイの製造ラインがいかに厳格にかつ誇りを持って管理されているかが裏付けられている。安かろう悪かろうの時代はこのラケットが完全に、そして残酷に終わらせたと言っても過言じゃないよ。レポートのエキスパートカーボンというシリーズ名に恥じない職人技ね。安価でありながら紙の長さを追求する姿勢、そこにある工学的誠実さを強く感じるわ。
中国のロシボブランドインゲの V4 もこのレポートでは外せない重要な存在だ。レポートによれば、これは10年以上にわたってインナー ZLC の代名詞的代替品として世界中で支持され続けている名作なんだ。旧型の初期のインナーフォース ZLC をモデルに開発された非常に薄型でシャープなブレードね。レポートの解析では、薄型設計が生み出す大きな機械的変形、つまり圧倒的なしなりによって、現代のボールでも非常に高い古線のドライブを容易に放つことができると分析されているわ。面白いのは、最新の V4 は現代の重いプラスチックボールに合わせて特殊素材の編み込み密度や接着剤を適宜アップデートし続けているというレポートの鋭い指摘だね。ロシボのプライドを持って現代卓球という激流に対応し続けている。レポートにおける信頼性評価が非常に高いのもうなずけるよ。古き良き強烈にしなるインナー ZLC の感触を今に伝える極めて貴重な生き字力のような存在だわ。レポートが挙げる歴史に裏打ちされた安心感には洗いがたい魅力があるわね。レポートの10年以上の支持という事実は数値以上に雄弁だね。流行流行りの激しい用具界でこれだけ長く愛される V4 の工学的安定性は本家も無視できないレベルに達していると言えるよ。さて、議論はレポートの第5章へと移るわ。ここが一番マニアックでかつ実践的な意味を持つわね。板厚の議論よ。わずか 0.1 ミリや 0.3 ミリという指先で触れてもわからないような差が一体何を生み出すのかしら。レポートの導き出した結論は非常に明快かつ説得力に満ちている。 5.7 ミリは現代卓球における回転としなりの黄金比。対して LO キーなどに見られる 6.0 ミリ以上の厚型設計はプラスチックボールによる減速を物理的な反発で補い、インパクトが少し弱くなった瞬間でも十分な飛距離を出すための極めて合理的な解決策なんだ。特にレポートが強調しているのは粘着ラバーユーザーへの最適化ね。ラバー自体が硬くて重い場合、5.7 ミリだとブレードが衝撃を吸収しすぎてしまいエネルギーが逃げてしまう。6.0 ミリという強固な合成があって初めて重いラバーの進化が引き出される。その通りだよ。板厚の選択は単なる好みの問題なんかじゃない。自分が貼るラバーの硬度や自分自身のインパクトの瞬発力に応じた工学的な必然なんだ。レポートが示すこの鮮やかな視点は多くのプレイヤーの迷いを断ち切る非常に強力な物差しになるはずだよ。0.1 ミリの差を笑う者は 0.1 ミリの差に泣く。レポートが示すこの板厚論は現代卓球における勝負の分かれ目を鋭くかっぱしているわね。板の厚みや素材の種類だけじゃないんだよ、美咲。レポートはカタログスペックには決して載らない、そして誰も語りたがらない接着技術が実際の打球感に与える甚大な影響についても鋭く切り込んでいる。サンウェイや先ほどのアポロニア ZLC の例で具体的に挙げられていたわね。接着工程の温度管理や使用される接着剤の種類、塗布量によってインパクト後の振動の減衰速度やエネルギー伝達のダイレクトさが劇的に変わるという分析結果。その通り、レポートでは接着剤の層を第3の素材として明確に位置づけているんだ。工学的には木材と特殊素材の間にあるこのわずか数ミクロンの膜が衝撃を吸収するのか、それとも増幅させて手に伝えるのかを決定づけているんだ。打球感がクリアで解像度が高いだとか、ぼやけていて情報が少ないだとかいうプレイヤーの主観的な感想、その科学的な正体はこの目に見えない接着層の設計にある。レポートのこの執拗なまでの指摘には目から鱗が落ちる思いだわ。目に見えないものこそが本質を支配する。レポートが接着技術に一生を割いたことの意義は計り知れないね。これを知ることで、プレイヤーはなぜこのラケットは心地よいのかという問いにようやく科学的な答えを見つけられるんだ。美咲、いよいよこのレポートの革新、数値データの比較に戻りましょう。検事、一次男性 EP と中央男性 EC の比率が実際には何を示しているのか、改めてもっともっと詳しく解説してちょうだい。いいだろう、徹底的に解説するよ。レポートの指数分析チャートをよく見てくれ。本家レイヤー ZCL は EP/EC 比率が 0.91。これは数値的にブレード中央が先端よりも大きくしなり、エネルギーを貯める設計であることを示している。これがつかみの正体。対してアンドロのシンテリアック ZCI は 1.04 だ。比率が1を超えるということは、ブレード中央の合成が先端に対して非常に高く、
しなりよりも素材による反発が支配的になっているということね。正解。この比率が1に近い、あるいは1を超えるほど、強打時にボールを直線的に弾き出す力が強くなり、鋭い弾道になりやすい。レポートはこの数値を冷静に読み解くことで、自分のプレースタイルが回転重視の安定型、比率1未満なのか、それともスピード重視の攻撃型、比率1以上なのかを客観的な物差しで完璧に判断できるとしているんだ。これこそがデータ解析の勝利だよ。0.91 と 1.04、この1という境界線を超えるか否か。レポートが提示するこの境界線は、ラケット選びの歴史を塗り替えるほどインパクトがあるわね。感覚という霧を数字という光で晴らしてくれたわ。全20パートにわたるこのあまりにも濃密な議論もいよいよ大詰めね。これまでのすべてのレポート内容を踏まえて、レポートが導き出した最終的なユーザー別分類をまとめましょうか。私たちは結局どのモデルを手に取るべきなの？レポートの導き出した結論は非常にロジカルで分かりやすい。まず、世界最高水準の品質安定性と長年培われた絶対的なブランドの信頼を最優先するなら、やはり迷わずバタフライの4つの精鋭から選ぶべきだ。そして最新の素材技術やよりリニアでスピード感のある現代の欧州基準の攻撃力を求めるなら、アンドロやティバーといったドイツブランドが今最も熱い最強の選択肢になるわ。さらに中国製粘着ラバーとの極限の相性、あるいは圧倒的なコストパフォーマンスという名の合理性を重視するなら、ロキー、サンウェイ、インヘといった中国ブランドがもはや本家を脅かし、時には追い抜く存在として君臨しているんだ。構造的な共通性を持ちながらも、それぞれのブランドが自分たちの勝利への独自の解釈を注ぎ込んでいる。レポートが紹介したこれらすべてのラケットは、どれもが愛すべき個性豊かな名作群だと言えるわね。レポートの分類はプレイヤー一人一人のプレイスタイルへの参加でもあるんだ。どれが正解かではなく、どれがあなたにとっての正解か、それをこのレポートは多角的な視点から教えてくれるんだよ。最後に僕の魂を根底から震わせたレポートのあまりにも美しい結びの言葉を引用させてくれ。感覚という曖昧なものを数値で裏付け、そして数値の裏にある理論の確かさを自分の手でコートで確かめる。物理的指数の解析こそがプレイヤーと用具の真の幸福な運命的なマッチングを可能にする唯一の道である。用具選びは自分自身という存在を知ること。今回のレポート解説を通じて、プレイヤーの皆さんのラケット選びに新しい、すると小盛りのない視点、工学的な目が加わったなら、これほど嬉しいことはないわね。さあ、美咲、この膨大な反映された生きた知見という名の武器を胸に、自分たちの内なる力、インナーフォースを信じて、新しい戦場、卓球コートへ今すぐ向かおうじゃないか。望むところよ。最高の知識と最高に研ぎ澄ませた一本とともに、卓球という競技のまだ誰も見たことがない新しい未来を一緒に作り上げていきましょう。データと情熱の融合。それが僕たちがレポートから受け取った最大のギフトなんだ。美咲、最高のドライブを見せてくれよ。あなたの技術とこの知識が組み合わされば、向かうところ敵なしだ。任せて。あなたの理論を私のボールで、するとこのラケットで証明してあげる。勝利のその先にある新しい卓球の景色を一緒に見に行きましょう。全20パート、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。